おはようございます。マムサチコです。ずんだもんです。頑張りますって何を頑張るねんな。なんとかしようと必死なのだ。それで今日は何をするのだ？今日は紅葉を見にドライブに出かけることにしました。行ってきます。バラが咲いてる玄関。素敵なのだ。やろう？じゃあ、まずは途中のファミマで朝ごはんにするわ。スイーツもいっぱいあるわ。おいしそうなのだ。朝ごはんやから、今回は卵サンドにしました。飲み物はホットカフェラテです。イートインスペースがあったから、そこで朝ごはんを食べます。卵サンドとカフェラテ、いい組み合わせなのだ。この卵サンド、本当に美味しかった。カフェラテも香りがよくって、ちょっと贅沢な気分でした。朝ごはんも済んだから出発と思ったら、途中の道が通行止めでした。仕方なく Google マップの言う通りに迂回ルートに進むと、何があったのだ？どんどん細くてくねくねした道を案内されて、とうとう未舗装区間を進めって言われてん。タイクパンクしてしまうやん。もう怖いから帰ることにしました。それは大変だったのだ。帰り道もまた細い道を通らなあかんし、向こうから対向車が来たりして、もう来んといてって思いながら、なんとかやり過ごしました。それはハラハラしたのだ。幸子さんの運転はちょっと怖いから。そこそこ紅葉も見れたし、家に帰ったらお昼でした。お昼ご飯は手作りラーメンにします。味噌ラーメンにしよっかな。味噌ラーメンは僕も好きなのだ。まず、キャベツをざく切りにします。白ネギも細切りにして、乾燥わかめを水で戻しておきます。鍋に水を入れてお湯を沸かします。その間にフライパンにごま油を入れて、野菜をちょっと炒めます。しんなりしたら卵を上に乗せて、蓋をして蒸し焼きにします。おお、どんどん美味しそうになってるのだ。鍋のお湯が沸いたらラーメンを入れます。3分にタイマーをセットして、丼にスープの素を入れて、ラーメンのお湯を入れてスープを溶かします。ラーメンを丼に移して、炒めた野菜と卵を上に乗せて、わかめをトッピングして完成。キャベツとわかめがたっぷりなのだ。これはヘルシーで嬉しいのだ。そうやろ？ラーメンを食べても罪悪感がないのがいいところ。麦茶も作って、ラーメンと一緒に美味しく食べました。さて、ここでちょっとしたトラブルがありました。何があったのだ？以前から割れそうやってんけど、キーカバー割れてしもてん。それは困ったのだ。スペアキーを作ってもらったんやけど、驚いたのはたったの3分で完成したこと。早く作っとけばよかったわ。鍵屋さんすごい技術なのだ。
ストレスなく鍵が開くからよかったです。次は最近始めた浴衣作りのお話です。まだ完成にはほぼ遠いねんけど、今日は反物の表面に糸で印をつけます。細かい作業やから老眼鏡を使います。浴衣を作るなんて器用なのだ。どんな作業をするのだ？まず針に糸を通さないとあかんけど、便利グッズがあるからそれを使います。これを使うとあっという間に糸が通るよ。糸抜きをつけて、だいたい等間隔で糸印をつけていきます。反物って長いのだ。作業が大変そうなのだ。ほんと、反物が長すぎてぐちゃぐちゃになったわ。でも、なんとか全部印をつけ終わりましたよ。最後にくるくる巻いて終わりです。来年の花火大会でこの浴衣着れたらええな。幸子の浴衣を楽しみにしてるのだ。晩ご飯は冷凍しておいた鮭で鮭フライを作ります。まずはパン粉をフライパンで茶色になるまで炒めます。鮭はレンジで解凍して塩コショウをしておきます。それから小麦粉、溶き卵、炒めたパン粉をつけます。全部衣をつけ終わったらオーブンシートの上に並べて少量の油を上からかけてオーブンで焼きます。おお、揚げずに作るフライなのだ。ヘルシーで経済的なのだ。焼いてる間に旦那はすでに飲んでるわ。ソースカツっていうのをクレーンゲームでゲットしたらしいねんけど、ちょっと味見してみたけど、これも美味しいわ。旦那さん、クレーンゲームが好きなのだ。糖質オフのビールを飲んでるのか？そこだけは健康に気をつけてるのだ。でもな、これは発泡酒って言うねんで。昔、夫婦喧嘩で、毎日飲んでるビール代もバカになれへんやんって言ったら、ビールちゃいます、発泡酒ですって言い訳されたことあったわ。アホっちゃうか。面白い夫婦なのだ。鮭フライ焼けました。油はほとんど使ってないからヘルシーで経済的です。お皿に盛り付けてソースをかけます。野菜はつるむらさきっていう沖縄から伝わった野菜です。この野菜、湯がくと少しぬるっとするけど、歯ごたえがあって甘くておひたしにするとおいしいねんで。つるむらさき、名前も特徴的なのだ。ほうれん草よりビタミン K やビタミン C、カルシウムが多いんやって。これを食べたらポパイより強くなれるかもしれないのだ。味噌汁は冷凍さつまいもと薄揚げを使いました。さつまいもがほんのり甘くてほっとする味です。炊きたてのご飯をお茶碗によそって晩ご飯完成。いただきます。おいしいご飯、最高なのだ。晩ご飯の後は英単語の勉強しようっと。なかなか覚えられへんけど頑張ってます。勉強のお供にみかんを
食べることにしました。私はみかんの白い筋を結構取っちゃう派です。でもこの白い筋はアルベドって言ってビタミン C が豊富で老化防止になるらしいねん。老化防止、それは幸子には一番気になる言葉なのだ。それから柿もあったから一緒に食べました。秋になると柿が美味しいのだ。それと英語のリスニングも兼ねて英語でアニメを見ています。今のお気に入りはダンジョン飯。英語の勉強をしながらアニメを楽しむのは一石二鳥なのだ。モンスター料理見ながら柿を食べました。まあ、おいしかったよ。いかがでしたか？予定していた紅葉ドライブは叶わなかったけど、充実した一日になりました。次回こそ紅葉リベンジなのだ。それじゃあまた次の動画でお会いしましょうね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ベルマークもついでに押しといてね。